こんにちは、鷹の目工作室です。平岡さんの本を頼りにライブスチームを作っていますが、頭のあるリンクがあり、それを加工するのにジグが必要になります。例えば、こんなコンビネーションレバーやラジアスロッド、ユニオンリンク、さらにはこのエキセントリックロッドなどがそうです。例えばこのような格好のこの首のこのフレットを加工する方法については、いつもお世話になっていますこの串間さんの本にやり方は書いてあって、このように図解されています。ただこの中心を求めることについては以前は手計算で求めていたため非常に手間がかかりました。そこで CAD を使うことにしました。使っているのはフリー CAD と言います。使っているのはフリー CAD と言います。バージョンはこの動画を撮影している時点で最新の 0.21 です。使い方を全般的にお知らせすることは私にはできませんので、今回のジグの作成に限ったところでやっていきたいと思います。まずは新規のドキュメントを作ります。使っているのはパーツデザインというワークベンチです。ここでまずはボディを作成を選んで、スケッチを作成を選んで新しいスケッチを作ります。ベース平面は XY 平面にします。これで OK をして作図に入ります。ここでモデルを作るときの一つのポイントは回転可能なようにモデルを作るということです。で、そのためにまずは補助線を1本引きたいと思います。補助線を引くのに作図のツールの中でこの構築ジオメトリーの切り替えというのを選びます。そうするとこのモデルの線が白から青に変わっています。そこで直線を1本引きたいと思います。適当なところに1本直線を引きます。この CAD、便利機能としてですね、水平に近い線を引くとこの水平高速というのが勝手についてしまいますが、ここでは不要なので消したいと思います。今モードが直線モードになっているので一旦これを解除します。エスケープキーを押してます。で、このマイナス記号のような水平高速を選んでデリートキーで消しています。さらに2本ほど補助線を引きたいと思います。垂直高速が勝手につくのを避けるために、少し斜めにずらして引いてます。で、直線作図モードから1回抜けます。で、今後、回転とか座標指定の原点になるこの端点の位置を決めたいと思います。端点と原点をこの XY の原点を選んで、この水平の距離高速、これですね、この水平距離高速というのを選びます。そうすると今現在は4ミリ、5ミリ弱ずれているというところが示されていますので、これを適当な値にします。ここでは5ミリを選んでいますが、別に数字は何でも構いません。それから同じようにこの2点をよいしょ拡大しっぱなしで、今度はこの垂直距離高速というのを選びます。
ここでも一応値は 5mm にします。これは原点と一致させておかない方が後で自由に変更できるので、私は便利だと思っています。そして、まずは少し拡大をして頭の部分の丸目を複数作っていきたいと思います。またメニューからこの構築ジオメトリーというのを変更して実際の図形の形を決めるモードに変えておきます。そして、円弧を使いますので、この円弧モード、この中から、中心と端点、これを選びます。そして、補助線の端点にまず最初の点、これが中心点になります。そこから薄く補助線が出ていますけれども、開始の点、開始終了の順に押していきますが、開始点から、反時計回りに行きますので、こちらからですね、ぐるーっと回っておおむね半周以上できます。それから問題の首のネックのフレットの、半円というか円弧ですねをやります。適当に中心を決めて、これも反時計回りに片方、もう片方も、適当にぐるっと2つ円弧を描きます。これで1回エスケープをして円弧モードから解き放ちます。でこの頭の R については5mm、直径 5mm が指定されているので、この頭の円弧を選んで、これですね、これで直径光速、数値は 5mm、この首のフレット2つを選んで、同じように今度は同じく直径光速で、ここに、穴を開ける、サイズを指定します。今回は 4mm のエンドミルを使うつもりなので、直径 4mm というを設定します。するとこの2つが直径 4mm、同じ値で直径 4mm という格好になります。でこれはこの補助線、これが、部品の中心線になりますけれども、これに対して対象になるので、まず2つの中心を選んで、この補助線を選んで、この対称光速、これを選びます。さらに、この端点とこの端点、これが滑らかにつながるようにするために、この整節光速、これを選びます。するとこれはどっちがどっちなんでしょうか。ここが滑らかにつながっています。でこの端点と、これは頭側のもう片方の端点を選んで、今度は一致光速をします。するとなんかタコ入道みたいな形になりましたけれども、これで、頭のくびれができました。
でくびれの太さ 3.4 ミリを指定するのは、これとこのネックのフレットの円弧の中心点の距離拘束します。でこれは、ネックの幅 3.4 ミリに、エンドミルツールの直径4ミリを足した 7.4 ミリとします。でこちら側の端についてはひとまず終わりになります。で、もう片方の端を、処理していきたいと思います。こちら側は、半円、くびれはありませんけども半円なので、まずは円弧を描きたいと思います。円弧を選んで、この中心の補助線の端点に合わせて、一致交束が出ている状態で、円を描きます。これも円弧は、反時計回りに描いていきます。でエスケープで円弧の描画モードから1回抜けます。で、このあれはずれてるかな、ずれてますね。この補助線がこの中心線に対して直角になるようにします。この直角拘束で直角を指定します。さらにこの端点がこのエンドの直角の補助線の上に乗っているということで、このオブジェクト上の点拘束というので一致させます。そして円弧の片方の端点とこの補助線直角に書いた補助線の端点を2つ選んで一致拘束をかけます。さらに反対側の端点同士も一致拘束をかけます。これで、端の丸が出来上がりました。で、次に、平行な部分の最後の場所を決めたいと思います。で、点を作成というので場所が指定できるように点を作ります。で、この中心線の上、中心線が黄色くなっているところで適当なところでこの点を打ちます。点が打たれました。で、エスケープで、点作成モードから抜けます。で、今作った点を選んで、もう一本の垂直の補助線を選んで、オブジェクト上の点拘束をします。でこれについてもこの補助線についても中心線と直角拘束をかけます。そして線分を2本ほど引きます。これはこの末端の円弧の端点に一致拘束をかけて、この垂直の補助線の端点と結びます。もう一本も反対側を結びます。2本ともほぼ水平に近いので、この水平拘束が2つ自動的につきましたけど、これは、
外します。一回エスケープで抜けて水平高速を選んでデリート、選んでデリートで、その代わりにこの線分と中心線が平行、これですね、平行高速、ごめんなさい、こっちじゃない、これですね、平行高速をかけます。同じく反対側も中心線に対して平行高速をかけます。さらにもう2本ほど外形線を描きます。直線描画を選んで、この平行の部分の終わるところの端点から端点に一致高速をかけて、先ほどのタコ入道のようなのの近くまで1本引いておきます。もう片方も同様です。で、線が引き終わったらばエスケープで直線描画モードから抜けます。で、この首のフレットの直線の端点と首のフレットの端点を選んで、整節高速、こちらも同様につなげます。でこちらが異様に大きくなってるんで、寸法を指定していきたいと思います。この半径がここ幅で指定されているので直径高速で5ミリとすることでこの格好になります。これでこのモデルが大事なのはごめんなさい、まだ、このモデルが大事なのは、こちら側の端の穴の中心を軸にして回転可能だということです。ごめんなさい、まだ長さが規定してないですね。穴を開けたいと、穴の開く位置に穴を開けたいと思います。円を描きます。円で、よいしょ。中心と周囲の上の点を選んで、一つはここを基準に、それからもう一つはこれはこの中心線上を基準に、最後はこちらの端点を基準に中心に円を描きます。で、エスケープで円モードから抜けて、この3つの円を選んでおいて、直径高速で穴の直径2ミリを指定します。そして、寸法が指定されているのはこちら側の端点とこの穴までの距離がこの2つを選んで距離高速で45ミリ、この穴とこの穴の距離が、4ミリ。そして、こちらの穴からこの直線の終わるところまでが、7ミリとなっています。この時点でモデルは基本的に出来上がりました。で、大切なのは言いかけましたけれども、こう回転しても
変形しない、自由に回転できるというようにモデルを作るということが大切です。この形だけであれば補助線はいらないんですけれども、任意の場所を、中心に回転できるという格好に作っておきます。で、大切なのは例えば、首のフレットの中心の位置については、ここが中心の位置なんですけれども、先ほどの高速メニューの脇に、高速と参照の、切り替えというのがあるので、これを一度押すと、この高速系のメニューが青色になって参照になります。これで、場所へ、実際どのぐらいの距離になるのかというのを測っていきます。で、この中心点と、例えばこの中心点の水平距離、水平距離高速と書いてありますけど、高速ではなくて参照ですね。そうすると現時点で 2.8 ミリで、それからこことここの同様に垂直を取ると、このように数値が求まります。で、先ほど少し、言い忘れましたけれども、例えばこの斜めのこれでフレットの部分は、計算できますけれども、フレットの位置、それからジグを作るためには、失礼。この位置は最初に決めた5ミリ5ミリですけれども、ここを例えば基準の穴にしたければ、この点とこの点の水平距離、それからこの点とこの点の垂直偏差というふうにやって求めれば、ジグの穴、この部品を固定するためのジグの穴の位置が求まります。で、実際にはこのエンドミルの穴の位置というのは、この斜辺を削るときにも必要になります。で、これが、ベッドと平行になるようにするために、これを水平高速かけると、モデルが緑色になったというのは、これで場所が全て決まったということです。で、この状態でこの偏差を元に、ジグの穴位置を分ければいいです。穴位置を分けるとちょうどここから始めてこっち向きに、エンドミルを送ると、ここが指定の傾斜になって、滑らかにつながるというジグが出来上がるという格好になります。今はこちらの穴の中心との穴の境を取りましたけれども、この座標原点がジグの下隅になるように作れば、そのまんま、毛書きの位置に利用できるという格好になります。で、加工の際には、これをプリントアウトして手元に置いて、ジグを作ると、そして削っていくということが可能になります。
CAD を使ってますんで当たり前といえば当たり前ですけれども、便利な機能だと思います。で、おしまいに CAD、これ 3D の CAD ですので、この閉じる、ここですね、この閉じるを押して、スケッチを閉じた後に、ごめんなさい。このスケッチツールというのが出ているので、この中からこのパッドというのを選ぶと、今デフォルトで 10mm ですけれども、ここを、例えば 3mm とすることで、このような冒頭お見せした、3D のモデルが出来上がります。3D ですので、自由に回転して見ることができます。このフリーCADというのは名前の通り、フリーで無料で、利用できますので、もしご活用いただければ、幸いです。今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。